こんばんは。今日もゆるっとライブ配信していきたいと思います。今日も相変わらずめちゃくちゃ暑いです。野丸さん、早速こんばんは。最近寝てませんか？後の方になると全然コメントが来ないからやっぱり寝てます。寝とるとそういう感じなんじゃないかなと思ってました。全くコメント来なくなるからそう思ってました。暑いですね。本当に雨が全く降らない。さっき霧のような一瞬だけ雨みたいなものが降った雨のような感じのものは降ったんですけど、すぐ1分2分で終わってしまって、1分あったかどうかで終わってしまって、あんなのは雨のうちに入らない全くダメでしたね。全然冷やしてくれない、地面を冷やしてくれないと全然ダメなんで、もう暑い。本当にエアコンないと、エアコンかけてないと本当死んじゃうって感じでいますね。なるさんもこんばんは。いつもありがとうございます。本当にこれちょっと雨乞いしないといけないのかなっていうぐらい野菜が高くなるし、雨が降らないとそういう面でもとっても困るんで、本当暑いわ、やばいわ。これはよろしくないっていう状況ですね。なんかね、サイパンで病院に書いてあったんだけど、はしかに気をつけてって。はしかってそんなにひどい病気でしたっけ？子供の頃はしかってなったような気もしなくもないんだけど、でワクチンを打ってくださいみたいな、18歳までは無料で打てるらしくて、はしかに気をつけてくださいって、大人がなるとえらいことになるらしいっていうのが書いてありましたね。なんかはしかってそんなにひどい病気だったんだっけなっていうイメージがあるんですけど、そんな、なんかはしかってそんなひどい病気でしたっけ？熱出して終わりっていう感じじゃなかったかなって、なんか結構ね深刻そうに書いてあったから、へえと思っちゃったんですけど、ちょっと待ってください。ちょっとお待ちください。今時の人が、なんか今時の子供がはしかになったとかもあんまりなんか昔みたいに聞かないような気がするんですけどね。アメリカ本土で流行ったって書いてありましたね。サイパンではまだ流行ってないのかもしれないけど、ワクチン打ってくださいみたいなこと書いてありましたね。いや暑い、本当に。エアコン代これもうやばいよね。窓を全部開けてなんていうことは到底怖くて、そんなことできないから、窓を閉め切って
いるんだけど、ちょっとねエアコン代のこと、電気料金のことを考えると怖くて、エアコンをケチるしかなくなってくるのかなとも思いますね。暑い、本当にやばい。ね、今日の新聞にね書いてあったのが、知事がダメって昨日かな、昨日だよね、テニアンのカジノ、インターネットカジノはダメですよって、これじゃダメですっていうことを言って却下したんですよ。もうテニアンサイドではやる気満々でいたような感じだったものをダメって言って、で2回目だったらしいんですよね。でそれに対してテニアンの政治家たちが怒ってるらしくて、なんで2回も却下すんだって。テニアンはなんでカジノをやりたいのって言ったら、お金が足りないし、カジノももう閉まっちゃったし、ダイナスティも閉まっちゃったし、去年あったのも詐欺だかなんだかで終わっちゃったし、観光客じゃなくてもネットギャンブルならお金が入るからっていうところで、年間のライセンスが2万ドルで、結構お安めの値段でその会社が作れるっていう風に、テニアンサイドは決めたらしいんだけど、でもなんでこれに対して知事が反対したのかっていうと、誰がチェックするのって問題と、ホテルに対するカジノの法律は今まであったけど、ネット上でのルールがまだ足りなくて、法律がぶつかるっていうところがあるっていうことでダメって言ったのに議員さんたちはちゃんともう前に言われた問題は解決したじゃんみたいなことを言って、なのにまた却下すんのと、テニアンを助けたいだけなのにって言ってがっかりして文句を言ってるらしいんだけど、そういえばこの間できた、もちろんカジノ去年ねで詐欺疑惑で閉鎖されて、まだそれが詐欺なのか本当なのか分かんないけど、投資した人はアメリカ本土で訴えたんだけど、裁判所は取り上げなかったらしいんだよね。テニアンはもっと観光屋とかリアルなカジノじゃ食べていけないから、観光に結局テニアン島に来てくれないとカジノがあっても運用にならないから、ネットギャンブルでなんとかしようとしてるわけなんだけど、どう考えてもいろんなものが不足してると思うんだよね。テニアン島はとにかく人も少ないし観光もないって言っちゃ悪いけど少ない島だから、お金を稼ぐ方法を模索してるわけだけど、で出たのがネットギャンブル。テニアン島では合法にしたわけね。テニアンの島ではサイパンとかは関係なく、テニアン島では合法にして、そこからライセンス代と税金でお金を稼ごうって思ったわけだよね。でも知事がサイパンの北マリアナのここの CNMI の知事がダメって言って、修正したつもり
だからなんでまたダメって言うのよっていうことなんだけど、前の法案で文句言われたポイントは直したよねって言って、今の法案では未成年のブロックの仕組みも位置情報で手に案内だって規制もちゃんと書いたらしいんだけど、またなんでそれでもダメって、何が足りないのって言って議員さんたちは怒ってるらしいんだけど、普通に考えたら無理だよね。どう考えても書き加えたじゃんって言って結局は議員さんたちは怒ってるらしいんだけど、普通にダメだと思いません？何がダメなのか理解難しいかな、これって。テニアの議員さんたちはネットでだから稼ぐ仕組みをね作り上げたいわけだよね。オンラインショップとかショップとかじゃなくてね、結局はギャンブルに走ったんだけど、サイパンの知事となんか今回は司法長官、エイジオフィスのトップの人がそれはダメだよって法律に問題あるよって言ったらしいんだよね。で議員さんたちが噛みついてるわけだけど、なんかね1989年代89年にテニアンカジノの管理法っていうのがリアルのカジノホテル向けに作られた法律があって、そのカジノ法でいけるじゃんかっていう状態らしいんだけど、ホテル向けに作られたから、ネット上の仕組みではもう運営の監視とか仕組みが全く書かれてない状態で、ネットカジノに使えない古い法律ベースで進めようとしてるから合ってないよっていう感じらしいんだよね。でもこれは知事の言ってることの方が正解だと思うんだよね。どう考えても未成年がアクセスしようとしたらどうすんのとか、 VPN 使ってアクセスされたらどうすんの、税金ちゃんと取れるのっていう、もう全てがダメだと思うんだけど、全てがダメだと思うんだけど、それでもやりたいっていうのは、議員さんたちが目指してるのはネット経由で全世界からアクセスできるカジノで、オンラインギャンブルで収益化、サイパンの人だけとかテニアンの人だけとかじゃなくて、結局海外からの利用者も増えて税金が取れるっていうのでやろうとしてるんだけど、これ結局はアメリカの連邦の法律に違反してるかもしれないっていうことで、違法なギャンブルの送金を禁止してるから、アメリカがそういう法律があるらしいの。テニアン側が合法だとしても、他の国から州からアクセスされると違法提供者に見られる可能性が出てくるらしくて、でテニアン内限定にしたら全く意味ないじゃない。テニアン内は2000人ぐらいしか住んでる人そんなにいるのかな、どうか分かんないけど、今は議員さんたちはだから小さな島にいながらネットで世界中からお金を稼ぐっていうモデルを狙ってるわけだよね。シンガポールとは違うけど、
香港に近いかなあの辺に近いものを狙ってる、香港は両方でやってるけど、ネットと現場とローカル法で OK だからって勝手にネットカジノ開いたら連邦法と国際法に引っかかるんじゃないのって心配と、テニアンだけの問題じゃなくて、これ CNMI 全体の信用問題に関わってくるから、最悪はマネロンの温床になっちゃうんじゃないのっていうところもあると思うし、それで反対してる知事は普通に正解だと思うんだけど、なんでそこまでやりたいのかなって。これはね、仮説だけど、リアルなカジノはお金も人もかかるから、じゃあネットなら初期投資がないから少ないくて済むから、島のインフラがボロボロだってネットなら関係ないし、客を呼ばなくても、観光客を呼ばなくてもね、ネットの中で完結できるし、法律のちょっとした隙間を使えば他国からお金を吸い上げられるんじゃないかっていうような目論みなんじゃないかなって。小さな島が国際マネーを吸う仕組みを作れるかもっていう考えだと思うんだけど、実際にどうやってお金が動くからなーって思うと、ルートを推定すると、海外ユーザーがネット経由でログインするでしょ。 IP 制限をかけていても一部は VPN を使って入れちゃう可能性もあるよね。支払いはね、何になるんだろう。仮想通貨か、電子マネーか。銀行は使えないっていうのがそこの国際法 UIGA っていうのに引っかかるんだよね、確か。だから直接バレにくい手段を使いたいのかなって思ったりするし、で勝った人に払い戻しもしなきゃなんないから、仮想通貨かそういうものしかないよね。で、運営会社が問題だよね。運営会社が結局テニアンに拠点があるふりをしていて、実際に口座や資金管理は他国で運用するっていう、そうやって第三国経由で設立されて、これって本当アメリカ当局に目をつけられたら CNMI 政府は本当やばいと思う。もうアメリカがお前んとこなんかやんないよって、ヘルプしないよってことになっちゃう可能性の方が大きいと思うし、でそのアンダーで入ってくるっていう人たちは結局中国マネーだったりするんだよね。そこが問題だよね。グレーゾーンをついて、法律のグレーゾーンをついて入ってこようとしてるのが、実際に関わってんのはどこなのよってことになると、香港や中国資本が裏でつながっていて、カジノ以外の表向きの事業をカバーに使ってるかもしれないっていうこともやばい話になってくるよね。オーナーや出資者の名前が見えにくくて、 CNMI を今結局は
中国とアメリカが関税戦争バシバシやってるわけだから、そういうとこでアメリカにも入っていくっていうことができないところにあるから、香港マカオを経由してカジノ資本をオンラインシフトにして、テニアンとかサイパン、中国から近くて英語圏でもあって特殊な位置で超微妙なんだよね。コモンウェルスか、コモンウェルスって言って2010年代のなんか IR 計画だっけ、 IR 計画だったかな。その時も中国系がもうめちゃくちゃ関わってた前例があるから、アメリカだってバカじゃないから、本土だってやっぱバカじゃないから、CNMI を中継点にする動きがあるんじゃないかなって言って、この間も賄賂汚職、その辺を暴こうとしているのにも絡んできちゃうんじゃないかなって思われちゃったりするよね。聞いてる？聞いてない？もしかしてどうでもいいって感じの話か。どう思う？カジノなんかどうなのかな。カジノなんかはダメかな。オンラインカジノとか日本でもね、なんか問題になってるでしょ。芸能人の人がちょこちょこオンラインカジノいじくってちょっと跳ねられたりしてるわけでしょ。仕事できなくなったりなんだりしてるわけでしょ。本当は違法っていうところを、カジノ興味深いですか？ありがとうございます。なるさんだけだよ、そう言ってくれるのは。ね、結局のところ、こんなことが本当に知事が OK なんか出しちゃったら、サイパン自体の、CNMI 自体の信用がなくなってアメリカから弾かれちゃうっていう可能性の可能性っていうか、ほぼほぼそんなことしたら怒られちゃうよってトランプさんに怒られちゃうよって感じのところだから、そしたらね CNN はガタガタになっちゃうから、これミリタリーも入ってこないわ、制裁やなんかの監視対象になっちゃうから、これは絶対知事が正解だと思うんだけどね。あんまり安易になんで手にあるの、そんなね、行政の政治家の人たちはそんなになんでやりたいのかなって。昔その昔の話なんだけど、テニアンの空港が今みたいに綺麗になる前の話なんだけど、カジノができた当時だったかな、できる前だったかな。日本のやっぱ大きな会社の社長さんがテニアンのその当時の市長さんにもう本当にお金をつぎ込んでて、あといくらでここの事業、空港整備の事業がうちにもらえるからって言って毎月来てて、で毎月お金をその方に結局アンダーマネーを渡していて、
でもやめた方がいいよって私たちは言ったんだけど、もうそんなの絶対仕事になんないんじゃないのって言ったら、もうすでに4000万高を使ってしまってて、4000万円ぐらいをその時に使ってしまってて、いやいやまだまだもう少しだからって言って、まだそれでもお金と、あとその市長さんをサイパンに呼んで接待したり、その当時はロシアンルーレット大好きで毎日のように言ってたけど、そんなことをずっとしてたので、結局6000万ぐらい出したんだよね、その人は。そのケニアの市長さんに、その当時の、まあでも現金を見たわけじゃないから、その辺のことは、本当のことはわからないけど、まあうちの店とかでは一緒に飲んでたよね。でそういう話もしてたよね。聞こえてはきてたけど、もう結局はない話だったのよ。その会社が何もできることではなく、結局水野はその6000万円を払っただけで、その人は今はどうしてんのかな。その当時で70歳ぐらいの社長さんだったから、どうしてらっしゃるのかはちょっと分かんないけど、もうサイパンなんかこりごりだと思ってるじゃないかなって。その当時でももう本当に最後の方はどうしようかなって言ってたから、でこの話も結局はティニアンでオンラインギャンブルのライセンスを取得しようとしてる企業の多くは法人登記は CNMI でも実際の運営は海外、特にアジア圏で行われてるような感じで、もうオーナーや出資者の情報が不透明にできるわけじゃん。結構グレーっぽいよね。昔カンボジアとかフィリピンでオンラインカジノに関与してた感じの形跡がある会社らしいんだけどね。表向きはもちろん合法な事業で、実際には VPN を使ってカジノ運営の技術提供などをやってるみたいなんだけど、中国資本が高いって考えられてるみたいなんだけどね。ちょっと黒いよね。黒いな、黒いのかグレーなのかなって。なんでそんなにテニアンの人たちは、テニアンの政治家たちはそんなに怒ってるっていうことが新聞に載るまでね、そんなプッシュしてんのか。どう考えたって法律でアウトなレベルだと思われるから、これは知事が正解だと本当に思うんだけどね。どうでしょうね。どう思いますか。かまってよ。かまってくんないな。
サイパン黒くなりますよね。まあ黒くはまだなってないんだけどね、グレーゾーンをひたすらなんか押そうとしてるから、そんなグレーゾーンのことは押さないでほしいよねって。もう大体がもう本当に、今日もね後で動画出しますけど、動画っていうほどの動画じゃないんだけど、今日は大体がもう行政が何も動いてないような島で、こんなオンラインカジノなんか、サイパン自体がそうやってちゃんと行政が動いてないんだから、そんなところでそんなオンラインカジノなんかちゃんと見ていけるわけがないと思うからね、実際に。まず無理だよね。なんかね、本当こんなことやったら本当のサイパン自体が真っ黒になっちゃうから、真っ黒になっちゃうとどうなるかっていうと、疑われちゃうと、アメリカから疑われちゃうと、結局はアメリカからの支援がなくなっちゃう。支援がなくなっちゃったら本当サイパンどうにもならなくなっちゃうからね。支援もなくなっちゃうってことは、ミリタリーだって止まっていく可能性もあるし、まだこうスタート段階だから、ミリタリーやなんかだってスタート段階で徐々に動いてきててっていう状態で、黒い噂でねロシアのように扱われちゃったらちょっと困っちゃうでしょ、サイパンは。本当に。だからね、オンラインカジノはね、まだまだ無理なんじゃないかと思われますよね。もうちょっといろんなものが、連邦法がとにかく連邦法に全然マッチしてない状態になっちゃうから、そこが一番の問題だっていうことを、なんでテニアンの議員さんたちは普通になんか文章を普通にサイパンとかの法律とかの読んだりすると、普通にそのオンラインカジノがダメじゃないのって、お金を動かすのが、そういうふうにお金を動かすのがダメじゃないのっていうのと、誰でも入れちゃうような状態っていうのもダメだし、なんかもうちょっと規制ができない状態で無理ちゃうのって思うんだけどね。どう思います？あんまりテニアンにカジノのビジネスとかの興味なんかないかね。興味があったとしても、こんなことやっちゃった、こんなことっていうか、今回のものはビジネスになるものじゃないからやっちゃダメなんだけど、こんなのだけど2万ドルぐらいでカジノが開けますよ、オンラインカジノが開けますよ、ここでって、サイパンで、サイパンのテニアンでって言ったら、ちょっとしたお金持ちはなんかやってみようかなって思っちゃったりするような人もいるかもしれないから、ダメですよっていう話なんだけどね。結構ね、日本のニュースとかにはこういうの出てこないかもしれないけど、裏話でこういうのって結構広がったりして、投資家がちょろちょろって使っちゃったりして、だから以前にその騙されちゃったおじさまも、おじさまはね、多分サイパンに何回か通ってて、ロシアンルーレットかなんかで出会って、そこから
こう仲良くなって知り合ってって言ってたような気がするな。そのテニアンの市長と知り合って、それでちょっとずつお金を出していったらどんどん話が大きくなって、空港建設をその会社に任せるようにするから、そのためにはこのお金が必要なんだよって言って、どんどん引き出されて6000万円っていうお金がなくなっちゃったんだよね。そういう状態になっちゃったんだよね。そこまでよく出したなって私からしたら思うんですけど、お金のある人はそんなの何とも思わないのかなってまず、ね、6000万円いっちゃう前にもうちょっと考えられるポイントがあったんだと思うし、4000万円ぐらいの時にもうやめた方がいいよって私たちのお店なんかではその人に散々言ってたんだけど、全く聞く耳を持たなかったよね。全く聞く耳を持ってくれなくて、どんどんずるずる支払って、あともうちょっとだからってよく言ってたんだけど、もうちょっとの意味がわからないって言って話をしてたんだけど、もうね、引くに引けない状態にさあ、その野原さんやばいやなって。そうなんですよ、やばい、引くに引けない状態になっちゃってたみたいで、そういうことがね結構多い。サイパンでのそういう話、引くに引けない状態になっちゃうっていうの、なんかそういう空港滑走路建設計画なんてね、でもその時に本当にその計画はあった話で、なんかちょこっとね空港の建設がもう始まってた時なんだよね。だからそのおじさまもこの建設をそっちに回したいんだよみたいな話でちょっとね真剣になっちゃったんだろうなって思うんだけど、意外とねいろんな話がね、そういう話がサイパンって多くて、昔は詐欺パンとか呼ばれてたようなところだから、ほんとね、大谷ができるからここ買っといた方がいいよなんて言われちゃった人もいて、で買った人もいるし、実際に本当にね、みんなね、なんで考えないのかなって。私も人のこと言えないんだけど、なんかね意味はわかるの。もう今ここまでこうやってもらっちゃったから、このまま引くわけにはいかないっていうところに陥っちゃうっていう、わからなくないんだよね。なんかそのお金を出したからとか頼んでしまったからっていうのかな、何と説明すればいいのかな。そこに簡単に言えばハマっちゃったから、もう抜け出せないみたいな時期があったんですよね。私もハマっちゃったからっていうのもちょっと違うかもしれないけど、自分が身動きできなくなっちゃったからそうなっちゃったっていうの
仕方なくそこに頼んでそうなっちゃったっていうのもあるし、そういうような具体的にはちょっと違うのかもしれないけど、話としては同じ、気持ちとしては同じようなもので、そういうずるずる払い込んじゃったんじゃないかなって思ったりするんで、こういうテニアンなんかのビジネスチャンスなんていうのには乗らない方がいいと思いますね。本当に全然チャンスじゃないから。ちょっと待ってくださいね、喉がガラガラになっちゃった。あれ、なんでこの映像が出てるの。いいか、ちょっとお待ちください。よかったら気軽にコメントしてくださいね。よいしょ、お待たせしました。別にね、今日もね何か話題があるわけじゃないんですけど、ちょっと思ったのは、今日はなんでテニアの議員さんたちを怒ってることがニュースに新聞に載るぐらいに、そんな怒ってんのって感じで。でも普通だったら考えたらわかるじゃんって、裁判をこれ以上叩きのめすようなところに持っていかないでよってちょっと私は思ったんで、知事の言ってることが今回は正解でしょって思うんだけど、それでもやろうとしてる人たちがいるっていうのがちょっと分かんないですね。もうマネロンの温床になってしまうんじゃないかなっていうところもあるし、ちょっとね意味が分かんなかったんで話してみました。なんか見ていてくれる人がいるけど、違う言葉で見てるとか、これ同時通訳とかは無理だよね。違う英語とかにはならないよね。そういう設定の仕方が分かってないから多分ならないと思うんだけど、もし日本語で分かる人がいたらコメントくださいね。寂しいからよろしくお願いします。ちょっと待ってね。お待たせしました。なるさん、暑いですか？暑いですよ、めちゃくちゃ暑い、本当に暑い。雨降んないんだもん。全く雨降らないし、昼間も外に出て、いつものように夕方だけどスマホを持ちながらこうフラフラしたけど、もう汗が止まらない。もう本当に止まらなくて、もうびしょびしょになるぐらい汗かいちゃうから、ちょっと本当に雨がもうちょっと1週間ぐらい降り続いてくれないと全然多分地面が冷えない状況にいますね。違う映像にしとこうか。どれがついてるんだかもちょっと今わかんない。どれだ？
これにしようか。マイクロビーチ。これといって決まったお話が今日あるわけじゃないので、なんかコメントくれると嬉しいんですけど、ビデオでも流し、動画はね、ちょっと動画どこ入れたっけな。少々お待ちください。なんかスシペの方だかなんだかで窃盗があって、その人の写真が載ってて、新聞にで探してますなんて言って新聞に載ってたんですよ。今日かな、昨日の新聞かな、今日かな、昨日かな。なんか募金箱を盗んだらしくて、でその顔がバーンって載ってたんですけど、そういうのをね、窃盗とか泥棒とか結構放置してるんですよ、サイパンって。全然捕まえようともしないし、ポリス呼んでも何もしてくれないどころか、人んち壊そうとするとか、そういうこともあるんですよ。でその後の処理も全くしてくれないのね。強盗入られて全くしてくれないんだけど、今日ね、すごいまたね、ムカつく光景を見てしまいましたね。ちょっと待ってね、今 OBS 出そうとしてるんだけど、 OBS にどこに入れたっけなと。大した映像じゃないんですけど、これね、曇ってるようにちょっと映像悪すぎんだよね。撮ろうとしてたわけじゃなくて、パッシングがあったから、じゃあいるんだと思って、いきなり映像をピッて押したんで、ちょっと映像悪いけど、ここに12345台もいるんですよ。ここにポリス。何してるかっていうと、スピード違反やってるんですよ。さ、こんなスピード違反でこんなところにいるぐらいなら、夜とかパトロールしてほしいなっていう感じなんですよね、私からしたら。もう何にもしないくせにここでスピード違反やってて、これちょっとこっちの映像いっちゃった。後でいいや、これはね。こんなとこでね、スピード違反のねチェックしてるぐらいなら、5台もいたんですよ。今見たでしょ。何やってんだって感じだと思うんですよ。強盗入って呼んだって2人しかポリス来ないし、で周りを見に行くわけでもないし、それでいて、その後の処理が何もしないっていうのがね、どうにもならないと思うんですよね。こんなんでインベスター、投資の人が来たって、投資しますよって言ってサイパンにお店を開くって言って開いたけど、泥棒入られた、強盗入られたって言ったって、放っておかれるんだから、放置プレイされちゃうんだから、もうビジネスチャンスなんて言ってる場合じゃないと思うんだけどね。こんなとこにスピード違反でやるぐらいだったら、泥棒とかの処理をしろっていう感じなんだけどね、私からしたら。何も進まなくて、こういうスピード違反なんかさ、申し訳ないけど強盗とかから比べたらたかが知れてるって言っちゃう感じでしょ。
前に1年ぐらい前かな、私スピードも出してないのにいつもこの調子で走ってるのに、私の車が汚かったりするからなんだと思うんだけど、なんだっけ、車検とか取ってない車が、汚い車とかに多いのね。そうだからスピード違反とかで止められて、スピード違反だとかって言って$25だか$30罰金払えとか言って払わされたことがあるんだけど、私より先にバーンって進んでった車がいたのに、私が止められたのは、あれは納得いかなかったね。1年ぐらい前だ1年か2年ぐらい前だったんだけど、そんなね、こんな私とかを捕まえるようなねスピード違反なんかいらないから、強盗や泥棒、あとスナッチャー、なんだっけ、ひったくりとかを止めるパトロールにガラパンの中でもっと立っててほしいよね。あんな日陰で木の下でスピード違反をやってるなんて本当にムカついた。しかも5台いらないでしょ、5台。本当に腹立った。パトロールしてほしいと思うんですけどね。どうです？観光に来てパトロールパトロールもなしに、本当にね、ひったくりとかの被害が多いんですよ今、サイパンって。でそういうのには全然パトロールとかしないで、車ふらーって走らせてるだけだから、例えば日本だとそこが危ない地域だなって思ったらそこにいたりすると思うんですよ。今で言ったらデューティーフリーの裏とかの道とかに立っててほしいんだけど、この辺で見張っててほしいんだけど、全くそういう行動は見られず、スピード違反なんかやってる。あんなのちょっと感じ悪くてもうしょうがない、本当に。こんな時間あるんだったら本当パトロールしてほしい。そう思いません？パトロール絶対必要だと思うんだけどな。なんでそっちに回さないであんな方に回ってんのかちょっとよくわかんないです。誰がそういう風に采配してるのかも全くわかんない。中国の主席が完全に過剰に抵抗をしたらしい。なんか動いた？ドル円もしかして動いてないね、別に。それといって動いてないのに過剰に反応したっていうニュースが出たけど、ここから動くのかしら。そんな感じなんですよね。パトロールはね、絶対必要だと思います、なるさん。本当にスピード違反よりパトロールでしょう、どう考えても。スピード違反はそれの言い訳として考えられるのが、泥棒をしてきたのが慌ててスピード違反をしてるからここを捕まえるためにあれしたとか、そういう言い訳もつくかもしれないけど、それでも5台はいらないよね。パトカー5台もいて木陰の下で
んな狙うのなんて、まあ、ほんとねスピード出さないからあんまり関係ないんだけど、関係ないのは関係ないんだけど、そういうんじゃなくて、やっぱりあそこにポリスを配置するなら、デューティーフリーの裏とかガラパンとか、ああいう人気のないところ、人気がなくてツーリストがちょっとチラチラ歩くようなところに、だってもう何回もさ、実際、ひったくりは起きてるわけだから、私も被害受けてるし、もう絶対にそういうところに立ってた方がいいと思うんだけどね。あんなところに立ってスピード違反してるぐらいなら、ちょっとね意味が本当にわからない。全く意味がわからなくて、誰か構ってくださいよ。なんか今日深夜さんこんばんは。深夜さんやっと来てくれた。なんかあまり今まで話したことはあんまり興味がみんなないのか、構ってくれないんですけど、構ってください。そう、なるさん、そうなんですよ。スピード意味ないですよね。こんなね、サイパンってね、スピードバンバン出して走るような人、あんまりいない。今日の話題は、深夜さん、今日の話題はさっき、もう話しちゃったんだけど、ケニアンの議員さんたちが、カジノをカジノをインターネットカジノをやろうとしたのを知事がそれダメだよってもう2回却下したんですよ。そしたら議員さんたちが、ケニアの議員さんたちがなんでだよって今まで言われたことちょっと改善したじゃんって言って反発してて、それが新聞に載ってたんで、反発してる意味は何かなってちょっと深掘りをすると、今までの記事やなんかを参考に深掘りをちょっとしてみると、黒いグレーな部分を使って、結局 CNMI を使って中国系の人たちがマネロンをするために CNMI ケニアのカジノを使ってこうお金を動かそうとしてるんじゃないかっていうポイントのところで、なんでケニアの議員さんたちがそんなに怒ってるのかが腑に落ちない。知事がダメっていう理由は、連邦法にも違反してくるし、アメリカに目をつけられちゃったら、ここで制裁なんて受けたら、そこまでは言ってないけど、制裁とかに関わる可能性があるっていうふうに私は思うね。そんな中国と結局は今トランプ政権は関税制戦争でバシバシやってる中、そんな中 CNMI が緩いことをやって、結局中国資本の会社がケニアのカジノ、インターネットカジノがちゃんとできるならいいけど、ちゃんとできない、結局は連邦法に引っかかるっていうところがめちゃくちゃ問題だから、こんなことやっちゃダメだよって言ってるのにめちゃくちゃ怒ってるっていうのが
新聞に載ってることがそんな起こってんのなんでかなと思って、で今まで過去にもテニアンの昔ね、テニアンの議員さんとちょっと6000万ぐらいを亡くなっちゃったおじさまがいて、議員さんに空港作れないか、空港整備にこれから始まるんだよっていう話でちょろちょろお金を使って6000万ぐらい使っちゃった方がいて、結局なくなっちゃったから、そういう話をしてました。分かったかな分かんないかな分かんないかな。やばいんです、やばいんです、そうです、やばいんです。良くないっていうことだけは、良くないってことだけは分かるんで、今回は知事が正解っていう話、知事が正解なのにっていう話をしてました。それでその後は今日警察がスピード違反をして、スピード違反を取り締まってたんですね。しかもそこに5台もパトカーを止めて、あそこにいつものあそこですよ、ミドルロードのアナックスのちょっと先、あそこで5台も6台も車止めて、そんなことやってんだったらひったくりとかそういう泥棒とか取り締まる方に目を向けてほしいなっていう話をしてたんですよね。今見てる方がいたらね、コメントしてほしいんだけど、かまってよ、そんな、もうミヤさんもかまってよ。ダイナスティも廃墟、多分ね、ダイナスティはこの間までほら詐欺にあったって言われたカジノ1年くらい、1年ぐらいだっけ、経営してた人が使ってたから、まだ廃墟ではないんだと思うんだけど、ダイナスティはだからその詐欺に遭った人がアメリカ本土でそのサイパンで詐欺に遭いましたっていうことを訴えたんだけど、却下されちゃったらしくて、アメリカ本土ではダメだったらしいんですよね。問題にサイパンで詐欺に遭ったっていうのも、結局はその人は中国の人でアメリカのグリーンカードが欲しくて投資をしたわけでしょ。で詐欺じゃなければあのまま続けててグリーンカードが取れるような権利なんだっけ、85万ドル以上の投資をして1年間以上、2年間以上それに従業員を何十人も雇っとかなきゃいけないっていう枠があるから、その枠をクリアできたはずなのに詐欺だったからって訴えたんだけどダメでしたね。訴えたみたいだけど。でダイナスティはこの間まで使われてたから、そんなに廃墟ではないとは思うんだけど、それとミリタリーの人たちが入ってきてるから、もしかしたらバンバン使われて止まってるかもしれないし、サイパンもだからミリタリーの人が夕方になるとバーッと増えるものすごい人数なんで、だからアメリカ人のイケメン君たちが
結構多いですよ今。アメリカ好きの人には日本から一番近い、まあ沖縄もあるけどね、日本だと沖縄と横須賀か。ダイナスティはドレスコードがなかったからカジュアルでしたよね。なんかね、後半の方をあれダイナスティだよね確かあれどっちだったかな、サイパンだったかな。なんかね、サイパンのカジノだったかな、ダイナスティだったかな。お友達と行った時にサンダルはダメって言われたんですよ。 B さん B さんがダメって言われて、お友達がそんなドレスコードあったんだと思ってちょっとびっくりしたことがあったんですけど、あれどっちだったかな、ダイナスティだったかな、サイパンのカジノだったかな、ちょっと忘れました。あれどっちだろう、ダイナスティだったと思うんだけどな。ちょっとお水飲みます。B さんダメって言われてたことありましたよ。基本ドレスコードなんか言われたことなかったんだけど、その時だけ1回だけね、お客さんと行ったんですけど B さんでダメでしたでホテルの部屋に帰っても B さんがない、B さんしかないって言ったら、じゃあ B さんで OK ってことになりましたけどね、結局は。みんな B さんで行っちゃうよね。サイパンとかケニアンのカジノだったらなんかちょっとビーチ帰りに涼みに行ってでカジノをしてちょっと10ドルやって帰るみたいなそういう人もいたから、みんなね B さん履いてる人多かったと思うんですけどね。今日も暑いですよ、本当に雨が降ってなくて。これね、畑とかね、田んぼじゃない、畑はやばいと思う。野菜が値段が上がるのがちょっと心配です。こんなに日照りが続いちゃうと。水まいてんのかな、水持ってってまくのかな、やっぱり畑だから雨頼りじゃないのかな。これね、この間の日曜日のマイクロビーチの映像ですね。ローカルもあんまりいなくて、今度イースターの時はめちゃくちゃ人が出るって言ってましたけどね。イースターがタポチョ山を歩いて登るんですよね。トリックかキリスト教かわかんないですけど、どっちかの人、両方なのかもしれないけど、タポチョ山をこう車使わないで歩いて登るっていうなんか行事が毎年行われてましたね。今年もあるんじゃないかな思いますけど、あと津波警報がね出るとみんなタポチ山登ってきますよね。車がゾロゾロ登ってきます。津波来たこと
ないと思うんだけど、2センチとか3センチはあるかもしれないけど、基本津波が来たことはないと思うんで、カジノはね、ガラッパンのピカの建物、あそこはとりあえずカジノ復活してもらいたいですよね。一応トランプさんはどんな企業でもウェルカム、アメリカに会社を作れって今言ってるから、昨日かなんかそう言ってたから、書類関係を簡単にするとか言ってたから、本当なのかなんてでもサイパンは CNMI なんで、そこはまたサイパンの知事が決めることだから、うちはそんな簡単にしないよって言うかもしれないし、分かんないけど、どうなんでしょうね。でも今は進められない。これからね、2030年とかになったらインフラが良くなる可能性が出てきてるから、テニアンのカジノなんかやらない限り、テニアンのインターネットカジノをやらない限りは、アメリカと仲良くやっていけると思うんで、インターネットカジノちょっとグレーすぎるから、ちょっとやばいと思うんで、2030年ぐらいになればインフラが整ってきて、インターネットも速くなる、ね、このまんまだとね、ライブ配信の動画、スマホでライブ配信はもうできないっていうことがこの間立証されちゃったから、スマホでライブ配信やったらみんなブロック状態になっちゃって、何も見えない状態になってたから、あれじゃね、もう一応だけど 5G なんですよね。昨日今日私どっち？昨日だよね。今日何日？昨日だよね。昨日か一昨日か、電話料金支払いに行った時に、ライブ配信なんかできないんだけどって言ったら、できるはずだよって言われて、映像を見せたら本当だって言って本当だって言って IT アンドリの人がね言ってましたけどね。これじゃライブ配信はできるけど、ライブ配信の意味が なされてないよねっていう話をして、本当だって言ってましたね、一応ね。もうガタガタの映像じゃつまんないでしょ。なんかね、設定をいじってくれたけど、内部設定みたいなやつをいじってくれてたけど、どうだかわからない。だってこうやってライブ配信を今もやってても、コメントとかのタイミングとかラグがあるよね、少しね。多分気のせいでなければ。ちょっとね、映像を今喋ってる時とコメントのちょっとズレがあったりする時あるなって感じるから、そんなことないのかな。そんなことないですかね。ないか
かな。今日は桜吹雪が綺麗でしたよ。ああ、そういう時期なの？まだそういう時期なの？あ、4月だからまだそういう時期か。まだそういう時期なのね、日本はね。ノバルさん、ノバルさん、あるやな、あるやな。ああ、遅れがあるってことね。やっぱ遅れがあるでしょう。日本はまだそういう時期なんだ。桜吹雪の季節なんだね。夏、暑くはない。今日何食べましたか？今日、昨日のエビチリソースをエビチリを作って、昨日エビチリを作ったんだけど、そのソースが玉ねぎをいっぱい混ぜたソースがいっぱい余っちゃってたから、そのソースをオムレツにして、あとレタスとなんか昼ご飯みたいなご飯食べましたね。オムレツにしてご飯オムレツだよね。オムライスじゃなくてオムレツにしてご飯を食べましたね。エビチリのねソースだけもう作りすぎちゃった感じ。エビをボコボコボコって昨日入れて、そしたらソースの方が多かったから冷蔵庫にしまっといて、で今日そうだこれ食べなきゃいけないと思って食べました。それをオムレツにして。深夜さんは何食べたの？みんなは何食べました？ハンバーグじゃないですよ。エビチリの残り。何食べましただからハンバーグなんだ。ハンバーグなんだ。なるほど。ハンバーグも好きですね。粉物を取り扱うのが1日1食、1日1食か2食ですね。夕方に1回食べちゃうと、夕方に1回ちょっとつまんじゃうと、なんか夜までお腹空かなくなっちゃって、この YouTube 配信をやるようになってから作るタイミングがなくなっちゃうんですよ、ご飯を。なんか買ってきておいて食べるならまだあれだけど、ずっと自炊をしてるんでね、なんだろう、今日も5時夕方ちょこっと出てて、で5時ぐらいに戻ってシャワー浴びて、そうすると10時の配信って決めてると、10時ぐらいの配信、本当は9時にやりたいんだけど、配信を9時から配信したいんだけど、どうしても間に合わない。なんか自分のやらなきゃならないことをやってると、10時だとちょっとだけ時間ができるっていうか、8時戻ったらちょっとゆっくりして、1時からご飯を作り始めて、違うな、7時からご飯を作り始めて8時から食べ始めるっていう感じ。締めはちゃんぽん食べました。今日の締めはちゃんぽん。いいな、なんかちゃんぽん塩味
なんか食べたくなっちゃったな。で配信終わった後に食べたくなりますよね最近は。配信前に配信1時間前ぐらいに食べ終わ1時間前っていうか30分ぐらい前に食べ終わってて、で配信した後にもう一回食べたくなる。ご飯がお腹すく。ね、だからでもちょこちょこ食べてるかな。なんかおにぎり作っといて夜食べたり、夜中食べたり、とにかく痩せたくないから食べるように頑張ってますね。にゃにゃ危ない。痩せないようにはしてますね。頑張って。でもまだでも痩せてるけど、とにかく太りたいけど太れない。太らないとほらいろんなところがたるんできちゃってるわけだから、ちょっとね太りたいです。頑張ってなんだかんだちょっとずつでもほんと食べるようにはしてるつもりなんだけど、時間がなんか YouTube 配信を始めてからは時間がなんか足りないYouTube 配信までにこれやらなきゃあれやらなきゃって思ってるとどんどんドキドキしてきちゃう。仕事終わってからみんな仕事終わってから食事して、その後まったりするのは何時ぐらいからなのかな。みんなまったりのんびりっていう、なんか YouTube の視聴者が多いのは8時とか9時なんだよね。そんな8時とか9時にもゆっくりできるものなの。私の視聴者が多いわけじゃなくて、世間的に視聴者が多いのが8時から9時、8時とか9時とかが一番多いらしいんだけど、そんな時間にだってゆっくりできるかね。みんな仕事5時とかに終わって6時からご飯食べたとしたってできんのかな。できますよ、なるさん。そうなんだ。そんなもんなの？そんなもんなんだ。ゴールドジムで鍛えて、ゴールドジムに行くほど余裕はないので行かないけど、だから鍛える前に太んないと。痩せてるから太ってからじゃないと、太んないととにかくって言ってる間に今度筋肉がなくなっちゃうのかな。8時くらいからぼーっとこんな8時くらいからぼーっとできんの、なるさん。こんな8時からぼーっとできるってどんな職場が近いのかな。普通なのかな、そのぐらいからぼーっとできるのは。食事が出てくる出てきて片付けてくれる人もいる、そういう状態かな。8時くらいから
ぼーっと8時はできないよな。もうちょっと9時ぐらいにやっといろんなことがパタパタするのが収まるっていう感じかな。みんなどんな感じなんだろう。8時ぐらいからぼーっとできないよ。できないな。で YouTube の配信終わって夜中にぼーっとするぐらい。今が癒しタイム。ありがとうございます、深夜さんありがとうございます。そうやって言っていただけると配信のしがいがあります。モチベーション上げないとね。なるほどなるほど。ありがたいことを言っていただいて。なるさん、そうです。ありがとうございます。ありがとうございます。また来た。にゃにゃ。ダメ。危ない。ちょっと待ってくださいね。ちょっとお待ちください。にゃにゃ、危険。ダメ。よし。ちょっと出てね。すいません。危ない。猫のパソコンジャンプが一番怖い今。にゃにゃのパソコンジャンプするとバンと全部消える可能性があるからね。今日もドル円はちんたら動いてますね。もうすぐゴールデンウィーク、まだか。まだ半月あるか。半月ありますね。でももうゴールデンウィークにどっか行く予定の人はもうみんな決まってますよね。ゴールデンウィーク後になるさんはどうなったんだろう。なるさんはサイパン来るの？来ないのかな。ないのかな。5月末って書いてきたかったのかな。5月がってちょっと目が固まった今。5月末が安いんですよねって書きたかった。多分。そうです。5月末が安いの。5月末が安いの？へえ。ゴールデンウィーク明けが安くて、ちょっと安くなって、その後がまた安くなるのかな。よくね、ゴールデンウィークの1日ずらしたりするとパンってすごい安くなったりして落ちるっていうのは昔ねよく見てたけど、最近は分かんないんだよな。そういえば昨日YouTube サイパンの YouTube じゃあサイパンで YouTube をやってる人みたいな感じでサイパンっていうので検索したんだけど、サイパンって検索しても私なんか出てこないよ全然。英語の方でサイパンって検索したらもう一生出てこないんじゃないかっていうぐらい出てこないし、ひらがなで検索したらひらがなで検索してもかなり後に出てきたって感じ。これどんだけ出てこないのっ
って感じでしたね。で誰だっけ、サイパンのYouTube やってる人のページとかを見に行ったけど、2年前とかになってたけど、昨日うねさんとかがコラボしろとかって言ってたけど、もうみんなやってない感じに見えたんだけど、どうですか？違うやってない感じにみんな見えたんだけど、アメリカ人の人とかはやってる感じのページあったけど、日本語のページがまずヒットしない。全く自分のページが出てこないことにちょっとショックを受けました。なかなか出てこない。あまりなるさん、あまり興味ないですかね。何を？どれを？何話？なんだっけ、 YouTube 検索っていうことが興味ないかな。みんなだってこの間聞いた時にサイパンって入れたら出てきたって言ってたよね。サイパンで全然出てこなかったよ。なんか日本語のカタカナのサイパンって入れたら全然出てこなくて、英語のサイパンって入れたらもういつまで出てこないのか分かんないぐらい出てこなかった。サイパン、深夜さん、サイパンの綺麗なお姉さんと検索したらありがとうございます。そんなわけないだろう。それはないよ。ありがとうございます。サイパンのババアぐらいならあるかもしれないけど、それはないと思うな。ありがとうございます。でも本当に出てこなかったんだけど、ちょっとねガクンとした。で他の人のページを見てみたら、うねさんとかコラボしろって言ってたけど、コラボするのも何もみんなやってない、今やってない人の方が多くてっていうか、みんなやってない。アメリカ人の人が何人か動画を上げてた。ライブでやってる人っているのかな。あれライブでやってる人っているのかもちょっと発見できないまま終わってますね。ちょっとね、一応チェックはしてみたんですけど、今まで全然チェックとかしたことが全然ないんで、チェックぐらいしようと思ってちゃんとしました。ちょっと喉乾くな。コーヒー。ごめんなさい。明日は何曜日？明日もちょっと明日はちょっと家の中でやることがバタバタあるんだな。何かをしなければいけないことがいっぱいあるんですけど、みんなどういうふうに時間的にどうやって過ごしてるのかなってすごい不思議に思うんだよね。
私の場合はお昼から起きるから時間がずれてるんだけど、お昼朝寝るから、大体が朝っていうか、もう世間が動き出してから寝るのね。怖くて寝れないから。もう日が出てる時間に寝始めるんで、もう夜中なんかパトロールもしてくれないから怖くて寝れないよね。夜中はずっと起きてて、もう日が出てから後ろの家政婦さんとかが来始めてから寝る状態なんで、その後起き始めたら、起き始めてからのみんなの行動がすごく気になるんだよね。例えば朝、みんなは朝7時に起きて8時から会社とか9時から会社とか行って仕事を5時ぐらいまでして、で夜どこで掃除、一人暮らしの場合どこで掃除をするのか、どこでお食事の作る支度をするのか、みんなはどうしてんだろうって、最近はすごいそういうことを考えるんだよね。どういう時間の使い方をしてるのかなっていうこと。もう何せ10年ぐらい時間が死んでいたんで、これなんとか戻さないと、結局鬱みたいな状態も鬱みたいっていうか鬱だったわけだから、 PTSD でずっとひどかったから、もう何もする気も起きずの10年みたいな感じだったから、10年は言い過ぎか、8年ぐらい。徐々にそう自分がそういう状態なんじゃないかっていう時が一番なんか辛かったけど、そういう状態に入っちゃうともう気づかないうちに時が過ぎてったから、最近その時間を自分で取り戻さなきゃならないと思ってるんだけど、過去を取り戻さなきゃいけないんじゃなくて、その自分の動くペースをなんかどうやって配分していいのかがよく分かってなくて、なんかね、自分の時間だから自分がやりたいように動けばいいんじゃないって言ったらそこまでなんだけど、慌ててしまうのね。例えばもう明日何時にどこに行かなきゃいけないとかっていう風になっちゃうと、もうめちゃくちゃストレスかかっちゃって、それが遊びに行くこととかなら全然いいんだけど、多分飲みに行くとかなんとかならまだいいんだと思うんだけど、しなければいけないっていう、例えば支払いとかね、支払いは違うか、夕方まで空いてたりするか、ミーティングで2時に会わなきゃいければいけないとかっていうことになっちゃうと、ものすごく慌てちゃって、すごくプレッシャーになって、こんな感じって昔は全然なかったのになって思うことがいっぱいあって、どうやって時間を配分していいのかは本当に分かんなくなっちゃって、めんどくさい人生を今歩み始めてるんですけど、みんなどうやってそういうのをしてんのかなと思って、ご飯炊くだのご飯作るだの、なんかなんて言ったらいいの分かんないよね。私の言ってることが分かんないよね。多分難しいよね。深夜さん、
今まで顔出ししたことないですか？ないないない、全くないですね。一切なしです。こんなさ、若かりし頃ならさ、若い時ならまだね、顔出しても喜ばれるけどえ、深夜さんだからいつも社長さんなんだ。どういう意味？ YouTube でしょ？顔出ししたことないんですか？だからいつも社長さんなんだ。どういうこと？昼まで寝てるから社長さんっていうことかな？どういうこと？ YouTube で顔出ししたことないですね。 YouTube でっていうか SNS とかで顔出ししたことないですね。だからいつも社長さんなんだ。その意味は何？意味は皆さん、意味はなるさんも意味は意味はって言ってくれた。後追い射撃。意味を教えて、深夜さん。その意味をお願いします。何かな？わってすっごい省略してるな。超省略また昨日といつものうねさんがいないから自分でタイムスケジュール作れる。そういう意味か。まあ社長さんじゃないんだけどね。今はニートニートの部類になっちゃうから、今社会復帰を一生懸命してる状態かな。ちょっと生きてる間にできるのか間に合うのか分かんないけど、まだそういう段階。全然社長さんとかじゃないんだけどね。本当に自分のタイムスケジュールを本当に自分でちゃんと考えれるようにリハビリ中だよね、本気で。だって社会復帰ができてないんだもん。人と喋ったり、もう政府の人はもうなんかもう構えちゃって喋りたくなくなってきちゃってるし、半信半疑になっちゃったから、またこの間までちょっと信じてみようかなと思ったんだけども、全く何もしてくれないからまた半信半疑になってきちゃったから、そうするとなんかそういう人たちの前で言葉が出なくなっちゃうの。だからこう一生懸命こう喋る、今とか喋ろうと頑張ってるんだけど、政府の人じゃなきゃ喋れるんだけどね、今は。前はこれが普通の人でも普通の人とでも喋れなかったから、今トライ中、頑張ってる最中。深夜さん、顔をちらっと見せていただければ見たことあるとなると思う見せない。
いい本当若い時にね、まだ若い頃なら若いっていうだけでいいじゃん。若い子が YouTube やってるんだっていう感じでいいかもしれないけど、もう本当にね10年そこら固まって生きてきた人間はダメよ本当に。あっちもこっちもたるんじゃって、だからリハビリもそうだけどメンテナンスとかしないとね、世間に出せる顔じゃなくなっちゃった本当に。でサイパンなんかメンテナンスするとこないから、やっぱりお金を作って日本とかに帰ってメンテナンスしなきゃダメでしょ多分。一生懸命顔を動かしてもこれ戻るのかしらって感じだもんね。怖いよ、怖い怖い。鏡見るのが怖いです。顔を動かすと筋肉痛になるもん、ちょっと動かしただけで、喋っただけで。深夜さん、この前足だけ見ました。足だけ見た。足だけよく映ってるからね。足だけ映ってますね。あれで見たことあるって思ってください。見たことサイパンに多分昔いた人だと多分見たことあるかもしれないと思われる。多分お店ちょろちょろしてたから。今日はね、そういえばついこの間知り合った人なんだけど、すごいいいことがあった。違う、マッサージしたじゃん。マッサージしたじゃんってなるんだ。ありがとうございます。そんないい経験ないんだけどな。いい経験ないですね、過去にも。これからもないと思うんだけど、そんな経験あったらいいよね。昔マリアナのなんだっけ、ビューティフルコンテストっていうの、美人コンテストみたいのあるじゃない。ああいうのがあって、それのずっと結構長くスポンサーをしてたんですよ、うちの会社で。でそのスポンサーされたそのコンテストに出場してた口が回んない、出場してた女の子と25年ぶりぐらいに会って、綺麗なお姉さんになってて、もう結婚してて子さんも3人いるって言ってましたけど、なんかその人が覚えててくれてちょっとびっくり、なんか嬉しいのとびっくりなのと、覚えててくれて、あの時はありがとうございましたなんて言ってくれて、ちょっとね、うわ来た、にゃにゃダメだよ、ダメだ、降りて、ここダメ、やばい。すいません、ちょっと猫がそんなことがあってちょっとびっくりなのと、覚えてたりしてくれてるんだなっていうのがありましたね。25年くらい前の話なんで、その出来事も、あの頃はそういうサイパン盛り上げようっていうのを必死にやってましたよね。
自分のできる限りのことで。何ら変わってはいないんですけど、まあ変わったのはやっぱお金がなくなっちゃったから、そういうこともできなくなった。深夜さん、この前の配信でマッサージ受けてたでしょ。はい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 、マッサージね。そうそうそう、足、そう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 、マッサージ受けて、これね、これこれ、あれ出てこないじゃん。これね、マッサージっていうか、ネイルサロンでネイルの足のネイルをやってくれるって言ってやってもらったんですけど、その時にこのチェアで下に桶っていうかお風呂になってて、足湯状態になってて、マッサージしてくれるんですよ。足洗ってくれて、あれはちょっとすごい気持ちいい。あれは寝ちゃう。めちゃくちゃ気持ちいい。ああいうところここぐらいしかないんじゃないかな。ちゃんとこう椅子に全部一体されてついてて、もうほんとマイクロビーチを歩いた後に汚い足で行ったのに、そのままでいいよって言ってこう入って足洗ってもらって、でネイルしてもらったんですよね。練習台だったんですけど、新しい人が入るのにその人の練習でやってもらったんですよ。めちゃくちゃ気持ちいい。動画を撮ってなかったら寄りかかって寝てましたね。もうね、動画を撮ってたから寝れなかったけど、そうめちゃくちゃ気持ちよかった。一番ね、ガラパンの中では他を行ったことないから、ガラパンの中ぐらいしかこうポツポツとネイルサロンがあっていろいろは見てるんだけど、他のガラパンの他の地域のとこは見たことがないから分かんないけど、ガラパンの中では一番いいと思う。多分値段を聞くの忘れたから今度聞いておく。プライス分かんないんだよな。あんなんどういくらすんだろう。あんなマッサージしてネイルして、ボディ体もマッサージチェアでマッサージできるんだよね。めちゃくちゃ気持ちいいから。で1時間ぐらいでしょ、多分1時間ぐらいするよね、多分。そしたら50ドルぐらいすんのかな。50ドルぐらいかな。ダイナミックマッサージも配信では映らないですね。どこそれ、ダイナミックマッサージどこだっけ。ないでしょ、もう今。ダイナミックマッサージってあったよね。ガラパンだよね。ないよ、ない。またないとか言ってて、あったらどうしよう。ないよ、ない、多分。だってこんだけ歩いてってそんな看板見てないもん。ダイナミックマッサージのないよ、きっと。看板見てないもん。映してるよ。いや、看板があったら、絶対に看板があったら映してるから、映ってないっていうことはないってこと。多分ホテルの前あたりにあったよね、前。ダイナミックって。で今回この行ったところはそういう系のところじゃないから。そういう系ってどういう系だよって。そういう系の
ところじゃない、全くネイルサロンなんで、そういう系じゃないんだよね、全く。ああいう系のとこはだからもう一人とかしかお姉ちゃんがいなく、あとはもうお客さんがだからいないから仕方ないよね。前みたいにドワーッとはいないよね。でだけど一人くらいしかいなくてもお客さんがバッと入ればどっかから湧いてくるってシステムなんだと思うよ。ちょっと一度見ます。ダメダメ。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 ちょっとごめんなさい。ダメよ。深夜さん、前はガラパンに2店舗とグランドホテルにありました。ダイナミックマッサージそんなにあった？やば。そんなにあった？どこにあったっけ？全然映ってないってことはないんだよ。グランドホテルにあった。グランドホテルって言ってないからな。グランドホテルって、ほら一時期コロナ陽性の人をグランドホテルに隔離したりしてた場所で、なんかそれでっていうか、その前から行く用事がないから行かないだけかもしれないけど、それで行ってないな。グランドホテルってどうなっちゃってんのかもよくわからない。政府のなんかアンダーで結構使われてたっていう状態で回ってたホテルだよね、グランドホテルは。コロナ時期だからもうずいぶん前だけどね。ガラパンに2店舗もあった。いや、どっかで看板はグランドホテルっていうの、グランドホテルじゃない、ダイナミックマッサージっていうのはめちゃくちゃ見てるはず。でもどこにあったかが思い出せない。そして今は絶対ないと思う。絶対とは言い切れないけど、表に出てる看板はないと思う。あったら映してるもん。どこにあったっけ、ダイナミックマッサージ。忘れちゃったな。とにかくマッサージってあの時代はいっぱいあったけど、今本当にないんだよね、マッサージ自体が。お客さん連れてね、みんなよく歩いてたのに。お客さんもね、よく1時間30ドルとかいうなんか20ドルとか40ドルとか払って何時間も連れ歩いてるなって思ってたけど、ちょっと不思議だったけど、まあね、それが醍醐味だったんだろうから、それが目的でサイパンに来てた人多かったからね。それをするために来てたっていう人が多かったから、その子たちに会いに来るっていう、それがなくなっちゃったからね。そういうお客さんがいて、他のビジネスも潤ってたのに
潤わなくなっちゃった。ああいう人たちをだってそれで一緒にゴルフ行ってで夜は一緒に飲みに行ってとかいろんな職種が潤ってたのにな。ああいうの必要なんだよな。だから絶対に観光地にはどこにでもあるもんね、ああいう系のマッサージ。ない国なんかないよね。アメリカ本土ってどうなんだろう。アメリカ本土であるな、あるあるあるよね。どこでもあるシステムだよね、意外とね。ああいう系のマッサージ。リビエラホテルってこの間そういえば深夜さん言ってて、私今日人に聞いてみたんだけどやっぱり知らないって言われちゃった今日聞いたのはフィリピン人の子だったんだけど、知らないそんなホテルって言われちゃいました。この子もだから25年ぐらいっていうか生まれたのがここだと思うんだけど、生まれたのはサイパンの子なんだと思うんだけど、その子に聞いたけど知らないそんなホテルって言われちゃったからどこにあるのか未だに分かりません。深夜さん、みんな店閉めるときリサイクルショップとかにお店のものを売るのかな。でそういうのが分かんないんだよね。リサイクルショップに売るのかなっていうか、そのリサイクルショップはどこにあるの？知らないんだけど。私物が売れたらっていうかワインが売れたらお金持ちに一気になれるんだけど、まだ200本ぐらいはあるんだけど、ロマネのワインどうしていいか分かんないんだよね。日本だったらすぐ復活できるね。今そのワインたちを見たらだって10万円下るものがほぼなくなってるから、1本ヤフーとかは楽天とかで売ってる値段で見ると、そしたらね一気に復活できるんだけどほんとなんとかしてほしいわって感じ。サイパンじゃ買う人もいないからね、ロマネのワインなんか。うちのお客さんたちは飲んではくれたけど、飲む人いないでしょ。ロマネ地方のワインを宝の持ち腐れってこういうこと言うんだなって本当に最近思います。どうにもできない。ああいうワインが売れたら1本売れただけで本当にちょっと楽になるのに、精神的に。深夜さん、ラターシュ飲みたい。ラターシュないな。エシェゾーとかグランエシェゾーとかその辺ラロマネとか、あとその一段下のワインかな。意外と手軽に飲みやすいロマネ地方のポートドニュイのワインがいっぱいあるって感じ。
ターシュが好きなんだ。エシドーが好きだな私。ブルゴーニュ系なら何でもいいって感じかな意外と。ブルゴーニュ系が好きですね私は。みんなはどんなワインを飲むのかな。なるさん、ブルゴーニュ好きだわ。あは、好きだわ。好きだわ。好きですよね。いいですよね、ブルゴーニュね。私もブルゴーニュ派です。濃くてずっしりした感じはちょっと苦手。苦手っていうか、まあ、飲まなくはないんだけど、ワインもめちゃくちゃ上がってるし、日本でもどんどん価値がついてってるのにどうにもできないというね、このジレンマ。だって今ロマネコンティとかついこの間まで100万ぐらいのワインだったのが600万とかしてるんですよ。深夜さん、でもサイパンはビールかなってビールですね。ビールが苦手だからキリンビールとかも飲めない。苦くて。まだサイパンのライトビールはまだ飲める。薄いから本当にまだ飲めるけど、ビール飲むぐらいなら焼酎飲んでた方がいいかな。お茶杯とか飲んでた方が好き。ワインが一番好きですけどね。お酒自体が強くないんで、強いわけじゃないんで、何飲んでも一緒といえば一緒。なるさん、ブルゴーニュが好きなんですねブルゴーニュもワインでは、まあ、薄い系と言ったら薄い系。和食にも合う、何にでも合う感じのワインですよね。サイパンと言ったらビールになっちゃうのかな、やっぱりね。ビーチでビール、ビーチでワインっていうわけにはいかないからね。ビーチでビールって感じの状態だよねちょっと待ってください。すいません。すいませんビーチでワインっていうわけいかないもんな、それ。ビーチでビールの方が合ってるからね。ビーチで焼酎っていうのもあんまりだし、セットするのが大変だよね、ワインとか焼酎とか。まあワインはグラスさえあれば大丈夫か。焼酎のが大変か。やっぱりビールだな。バーベキューって言ったらビールだもんね。今日もね、動画をね撮ったんだけどね、編集する時間がない。今日は本当になかった。もう動画がどれなのかだんだん分かんなくなってきちゃうよね。溜まっちゃうとダメだね。
どんどん溜まってきちゃったもん。ちょい出しちょい出しちょい出しってしてるともういいかってなっちゃうし、この間パソコンをクリアした時にだいぶなんか間違って捨てられちゃったっていうのもいっぱいあるし、せっかく撮ったのにちょっと残念な思いなんだけど、元のファイルがなくなっちゃって編集ができなくなってきてるっていうのが現実。ちょい出しちょい出しで、今日はね韓国のペンキとか売ってるところ、ハードウェア屋さんに行ったら、やっぱりねそこでもね倍ぐらいの値段になってるかな。倍までいかないけど、ペンキとかがスプレー缶を買いに行ったんだけど、倍まではいかないけど高くなってた。ちょっとねやっぱり影響出てるよね、もうすでに。この間まで3ドル、1本3ドルぐらい、3ドル弱で買えたものが4ドルちょいしてたし、4ドルちょいでじゃないな、5ドル近かったな。これ物価がどんどん上がって、グアムも上がってるって言ってたし、グアムのちょっとこの間話したら JAL も飛んでないしって言ってたし、その人はノースウェストって言ってたけどデルタだって分かったけどね。JAL も飛んでないし、毎日は飛んでるけど飛行機が減ったし、日本からの飛行機は減ったって言ってましたね。で物価がやっぱりサイパンより全然高いから辛いよって言ってたから、深夜さん、日本は米が倍くらいになってますよ。なんかね、なんだっけ誰かがお米買い占めてるとか買い占めてないとかの話で、お米が倍になってるとか、倍にもなってんの？高っ。じゃあひまわりとかで2キロぐらいで5キロぐらいのお米もすごい高いことになってんのかな。買ってないけど、カリフォルニア米しか食べてないから分かんないんだけど日本のお米ね、誰かが買い占めたんだか売り時を狙ってるんだかって言って、本当は政府が農家をカバーしてなかったから、ただ単に米不足で値上がりしちゃったんじゃないかっていう話だよね。だって政府の金庫から出したんだよね。深夜さん、米は何食べてますか？カリフォルニアローズ、黄色いやつ、黄色い袋のやつ、なんていうんだか分かんないけど、カリフォルニア米だと思います。黄色い袋のやつです。食べてるな。普通みんな何食べてんのかな。黄色いのが一番あの辺で美味しいと思うんだけど、そんなことない。今ね結構種類がいろんなのあって、他の種類に手出すには怖いから、美味しくないなんてなったらね、袋の大きさがちょっと小さいのとかないから、黄色いので食べてます。黄色いやつ、黄色い袋のやつ。前はね日本米とか結構食べてたんだけど、もう日本帰ることもないし、全く
から食べれないけど、日本に前帰った時に久しぶりに日本食っていうか日本のお米、お友達ん家でお泊まりしてて、だからすっごいもうすっごい卵も美味しかったし、お米がめちゃくちゃ美味しかった。なんかお米の味がして甘くて、多分あのうちは特別になんか農家さんから直接新米が来てたお家だったから余計美味しかったのかもしれないけど、とにかく日本のお米とか卵めちゃくちゃ美味しい。それは覚えてる。やっぱね、サイパンのお米とはちょっと違うね。サイパンの中でも東京マートさんのお米が美味しいんだよね。ガス釜で炊いてるからガス釜で炊いてるからって言ってたけど美味しかった。お弁当のお米でも冷えてて、意味は冷えてても美味しかった。何のお米使ってるって言ったかな、忘れちゃったけど、とにかく美味しいお米が東京マートさん。暑いな。エアコンを今クールじゃなくて除湿にしてるんだけど、除湿だと暑い感じでクーラーにしちゃうと寒くなっちゃうからクーラーにしてないんだけど、除湿だと暑いわ。皆さん、日本でのソウルフードは何ですか？お米。日本でもサイパンでもお米がないと困る。ご飯が好きで、白いご飯が好き。白いご飯、パスタとかパンとかなんとかより白いお米が好きですね。お米ないとすごい嫌だな。パンばっかりじゃ嫌だし、パスタよりそうめんのが好きだし、食欲ない時はそうめん食べてることが多いかな。食欲と、あとめんどくさい時はそうめんを食べる。何かを作るのがめんどくさい時。日本でもだからお米と卵かけご飯が好きかな。毎日でもいいかもしれない。卵かけご飯。日本に行くとみんな気を使ってくれて、今日は卵かけご飯、明日は違うものとかっていう感じにしてくれるんだけど、私毎日でも卵かけご飯でいいかなって感じ。卵かけご飯めちゃくちゃ日本のは美味しい。毎日でもいいな。日本の卵やっぱり美味しいし、日本のご飯、やっぱ日本のお米って美味しいじゃないですか。そんなに感じないのかな。日本のものの方が美味しいよね、やっぱり。
深夜さんなんか日本に帰ってやっぱり食事はやっぱり日本の方がいいなって思ったりしませんでした？日本に帰ると食事だってセブンイレブンのなんかでももうものすごく美味しく感じるよね。日本だって感じがする。何でも美味しいと思える、とにかく卵かけご飯かな。日本に帰ったら食べたいって思うのはダメ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 先生ダメじゃないよ。じゃあここでお座りして。ダメダメ。すいません、もう猫がうろうろし始めました。日本に帰ったらまず卵かけご飯は絶対食べたいね。あとのものってあんまり考えないかな。あとは何がおかずが出てきても何でも大丈夫って感じだけど、あとお刺身も日本の方がやっぱ美味しいかな。お刺身好きだから。もうなんかもう違うか。なんでもないですすいません。みんなはやっぱ日本食の方が好きでしょ？どうかな。なるさん、日本食がいいですか？いいです。日本食がいいですね。とにかくお米があればいい。米となんかが飲みすけじゃないから。飲みすけだと結局はおつまみとかでいいでしょ。私ご飯粒がないとダメだもんね。飲む前にご飯食べないとダメな人。深夜さん、たまにはジェイズレストランのフライドライス食べたくなる。あれ前も言ってましたよね。私行ったことないんだよな、ジェイズレストラン。ジェイズレストラン一回も行ったことないので今度行ってみたいと思います。オーナーさんは知ってるんだけど行ったことないんだよな。全くなんか行く機会がない。行く機会が全くなくて行ったことないんですよ。ファミリーレストラン系なのかなって自分の中では思ってるんですけど、場所もよく分かってないんだけどあそこだよな。W なんだっけ、道路とか違反を、なんかガバメントの道路とかかじゃないな、なんていう施設だったか忘れちゃったけど、あそこの隣あたりですよね。ガバメントのなんかのオフィスの隣あたりのこの字になってるようなとこにあるんだよね。全然映像に出てこないな、そういえば。
ミドルロードのあの辺だよな。全然行ったことないから全然わかんない。深夜さん、クリスピーバタクリスピーパタもうおすすめ。パタクリスピーパタなんだかわかんないな。行く機会があったら食べてみます。なんか多分深夜さん、そうだ、そういうところはきっとあれじゃないの。フィリピンのお姉ちゃんとかって言ったでしょ。違うかな。あんまり行く機会ないと思うんだよね。普通にあそこ深夜までやってるんだっけ。それは違う。なんか深夜までやってる、朝までやってるようなお店あったよね。そう、レストラン。それがジェイズレストランだっけ。違ったかな。いやちょっと記憶が曖昧だわ。なんかあれ、どっかのホテルに朝までやってるレストラン、センチュリーホテルかなんかの豚の足の唐揚げ豚の足の唐揚げがあんの。なんかそれ聞いたことある。誰かがそうだココナッツの息子さんがそればっかり食べてたら太るって言ってた。豚の唐揚げ、豚の足の唐揚げ。コラーゲン豊富そうだけどね。いやわかんない。コラーゲン溶けちゃってるかな、油で揚げてるから。すごいパンチがありそうなメニューだよね、豚の足の唐揚げ。豚骨じゃない、豚の足たまに買ってきて酢味噌で食べるんですけど、あれ飽きちゃうから、昔は24時間オープン、センチュリーも24時間オープン。そうなんだ。両方2つあったんだ。じゃあ2つ、センチュリーのとこのにも24時間オープンで、ジェイズレストランも24時間。それがクリスピーパタ、豚の足の唐揚げがそれなんだ。なるほどね。昔は2つあったんだ。なるほど。やっぱりな。それでだからフィリピンのお姉ちゃんとかと言ってたんでしょう、きっと。多分そうだな。仕事終わりに行くところはそういうところになるもんね。行くところが限られちゃうからっていうことでしょ。深夜さん、当たりだな。深夜終わるからね、お仕事が。その後に飲みに行ったりなんかするとこはそこしかなくなっちゃうんだよね。なるさん、なるほどですね。そうなんですよ。だから私たちとかあんまりだから行く機会がないんですよね、そういう系のお店に。普段の時間だと普通のレストランがやってる、普通じゃないような言い方をしちゃったらよくないんだけど、和食のお店とかいろいろあるんでやってるから、
で深夜になるとそこしかやってなかったりするから、そういう感じになるんだよね。だから行ったことないんだよね。行く機会がない、タイミングがなかった。うん、深夜とかも自分の店とかで飲んでるからね。どっか行くっていうのもほぼない、なかったな。喉がカラッカラになっちゃう。ちょっと待ってください。ちょっと水飲みます。喉がガラガラになっちゃう。深夜は深夜なるさん、深夜さんは遊びに、多分そうですね。多分そうだと思う。なるさん正解と予想だと思う。サイパンにいた時に多分フィリピンのお姉ちゃんたちと遊びまくってたんだと思います。そうだと思います。面白いね。いろんなこと知ってるもんね、深夜さんね。時代がね、本当に古いことまで知ってるからね。ダメ。座って、そこで座って。今じゃね、なるさん、そういうところがないんですよ。大体がそういうお店がないから、今の人たちはどうやって何してんだろうな、分かんない。今の人たちは何して遊んでんのかはちょっと不明。本当に不明。昔の人はだからそういうナイトクラブとか選びたい放題にあったし、カラオケとかもあったけど選べないよね、今。ないよね。だってなんか深夜さん、ミスターサマータイム探さないで、頃はそうなのね。ミスターサマータイムなのね。はい、かしこまりました。そうね、今の人たちは大変だと思う。本当にそういう遊ぶ場所もないし、選ぶことももちろんできないし、ね、どっかにはまるみたいなこともできないからね。昔はそれなりに本当にあっちこっちにあったし、だからね、今そう聞いた話だけど、もうそういう系っていうか、ナイトクラブとかの子じゃなく、そういう系の子がいないから、素人のフィリピン人の子が夜その町場に行ってそういうことをしてるっていう子
たちもいるって言ってた。でフィリピンの子もいるし中国の子もいる。だから素人の子がそういう系のところ、まあ昔も結構縫製工場の子がそういうね町場に出てきてそういうことをしてたっていうことがあったような感じだったんだけど、それが今身近にちょっと変で、縫製工場って遠かったんだけど、遠いところからこう来てるんじゃなくて、その辺でこう行われてるみたいなことが起きてるっていう話ですよね。これなんてあんまり引っかからないように話したいんだけど、引っかかっちゃうよね、いろんなこと話してるとね、 YouTube になんてもう変なんなっちゃう話が近いところにちょっと言いたいことは分かってもらえるかなと。素人の子がそんな感じになってるっていう話ですよ。もともといた中国の人たちが結構年齢層が高くなったんで、素人の子の方が受けてる。結局はナンパじゃないのか、ナンパ無料だもんね。こういうのってなんて話せばいいんだろう。文字で書くときは簡単なんだけど、難しいけどそうらしいですよ。半分素人半分玄人。普段はお仕事をしてて、で夜もお仕事するっていう感じかな、そういう系の。なんか全然反応なくなっちゃったじゃん、深夜さん。寂しいな。言いたいことは分かってもらえたかな。分かんないかな。ダメかな。そういう感じなんですよ。病気が怖い素人はだって素人じゃない人でも素人じゃない人でも素人じゃない人でも病気は怖いんじゃないの？なるさん、意味はわかります。ありがとうございます。病気が怖い素人はだってサイパンの人なんかそんな血液検査とかしてんの？私は血液検査はしなきゃならないからしてるけど、しょっちゅうチャイボーイだからなんかわからないもう深夜さん、今更遅い。今更遅い。今更遅いな、それは。あの頃はね、本当にすごかったよね、にぎわいが。今何がいいかって言ったら、やっぱ
海がめちゃくちゃ綺麗だし、本当に綺麗だと思える。人がいないからだと思うし、本当に潜れるんだったらグロットとか潜りたいよね。なんかすっごい綺麗な感じがするよね。めちゃくちゃ綺麗なんじゃないのって思える。その辺の海とかでもすごい綺麗だもん。なんかにぎわってた頃はまあ綺麗は綺麗だったけど、こんなに綺麗じゃなかったから、まあ私の映像では伝えられないけど、本当に綺麗なのよ。めちゃくちゃ。ダイビング人口も減ってんのかな。なんかそういえば新聞にまゆきちゃんがシンガポールでなんだっけな、マリンダイビングじゃなくて、なんかダイビングの宣伝をしに行ってるみたい。政府のお仕事でパートオブこの間動画を提供してくれたハートオブのまゆきちゃんが新聞に載ってた。ハピネスとマイクロネシアの呼び込みがすごかった。もう呼び込みだらけだったよね。もう本当ハピネス、マカオ、ミラージュ、もうあの辺前に進めなかったってみんなお客さん言ってたもん。前に進めないって、男のお客さんはみんな言ってた。全然前に進めないって、行きたい方向に行けないって。ハピネスあって、マカオがあって、ミラージュがあって、どこだったっけ、花光もあって、なんだっけ、マイクロネシア、また戻っちゃった。あれで、向こう側に朝日。もう進めないよね、男の人は。行きたい方向にみんなに手引っ張られて。種類と系統が違うから見てると面白かったけど、いや本当にぎわってたよね。大体がガラパンのどこにもだって空き店舗がなかったんだからね、あの頃は。全部埋まってた状態だったからね。本当に花道の前はストリップでしたよね。ああそうだ、そこストリップだった。そうだ壁に絵が描いてあって、そうだ、あそこストリップだった。そういえばそうだ、いつもカーボーイキャップをかぶったおじさんが座ってて、そう思い出した。そういえばそうだった、そこそうだ。花道の前、そうだ、ストリップだったんだ。いやー、そういうのもあったもんね。そういう系統も、ストリップ系統もなくなっちゃったし、何もなくなっちゃったね、本当にね。ストリップもあったね。忘れていました。
ごい古いなそれ。花道ってできてだってもう20年ぐらい経つと思うんだけど、多分それはね、多分忘れてる人の方が、知らない人の方が多いかもしれない。忘れてる人も多いと思うし。そうだ、そういうのがあったわ。全然忘れてた。キングスもあったしね、そういえば。何もないな、本当。キングスのあったビルの中にはやってる店舗ないんじゃないかな。そこのビル入ってる店舗が。あ、リーバイスが入ってたかな、もしかしたら。あれ、この間なかった気がするな。今年初めぐらいのビデオには載ってるけど、動画には載ってるけど、あれ、この間通った時にリーバイスあったかな。また見てみよう。今日気づかなかった。今日も店の前はあの通りは通ってるんだけど、全然気づかなかった。深夜さん、レミントンも知らない人多いかな。うわ、レミントンもあったね。今ハワイホテルになってるね。そうだ、レミントンもあった。レミントンホテルとレミントンが下にバーがあって、下のバーは今は何にもやってないかな。入ってないかな。そうだ、レミントンクラブあったね。今あそこは空いてて、ウィンチェルズがあったところもウィンチェルズ、ウィンチェルズドーナツ屋さんがあったところもなんか違うものになってて、レミントン知らない人の方が多いんじゃないかな、多分。忘れてた、全く。レミントンね、ありましたね。昔はみんなあそこにまず飲みに行くみたいな感じだったかな。ダイビング終わってシャワー浴びたらまずあそこに行くみたいな。それからどっかにご飯食べに行くなりなんか動くみたいな感じがあった時代もあったな。そんな時代が、今日もこんな時間まで話してしまいました。本当にダラダラと話してしまいました。すいません。なんか今日ね、考えてたことが、話そうと思ってたことが、そのカジノのネットカジノのこともそうだったんだけど、他にもあったんだけど空っぽになってしまいました。そのホルダーが、私の中の頭のホルダーがガッと開いてしまって、それを考えてたら本当にダラダラという配信になってしまって、すいません。そんな感じで今日はまた、締めさせていただきたいと思います。今日もありがとうございました。深夜さん、なるさん、のばるさん、あと皆さんありがとうございました。よかったらいいねボタンと登録、チャンネル登録よろしくお願いします。本当にありがとうございます。毎日来ていただいて助
助かりますって感じ。というわけでお疲れ様でした。ありがとうございます。おやすみなさい。ですか？誰も返事しない。ガラパンの町町スロカで見てみたい。どういうこと？スロカってガラパンの町スロカでガラパンの町スロカで見てみたい。おやすみなさい。何ガラパンの町スロカって何？なんじゃろう。なんじゃろうか。ガラパンの町、打ち間違い。スローで見てみたい。スローでゆっくり見てみたい。ゆっくりビデオ撮ってきますか。じゃあ今度そういう意味じゃない。そういう意味じゃないかな。ガラパンの街、一応スローで撮っていきましょうか。ゆっくり撮っていきましょうか。という感じで今日もおやすみなさい。ありがとうございました。ではでは失礼いたします。ポチッ